42個の提出図書がありまして、社会人として全ての責務を満たしている人かどうかっていうのは一つすごい重要なところ。普通の日本人以上にちゃんとして生きてる人じゃないと取れないというのはある。皆さんこんにちは。医師のシャーランです。いつも私のチャンネル見ていただきましてありがとうございます。たくさんコメントもいただきました。合わせて感謝いたします。ですね、今回は私の友人で、大学の時の後輩なんですけど、日本の国籍取得の難しさについて話をしたい。なぜ今回も日本の国籍について話すかというと、以前動画で配信した際に日本の国籍本当にそんな難しいのとか、日本の女性と結婚したら簡単にもらえるんじゃないかとか、なんかすごいいろいろコメントをいただきました。で、私のエピソードだけだとなんていうんですか、その説得、というのはなんですか、説得なんていうんだっけ、説得力、そう説得力が中立性とか忘れてたこと、説得、力がないなと思って友達にお願いして彼のエピソードを話してもらおうと思って今日はここにいます。私の友人でケニーです。ちょっと、自己紹介してもらいます。はい、ケニーと申します。日本語の名字もちゃんと思っていまして、帰化しましたので、自分の名字が選べるということで、自分で名字をつけました。はい、シャハランと一緒に同じ大学を通いまして、当初は同じ、留学生同士、として、大学でお付き合い、いろいろ遊ばせていただいたんですけれども、はい、でその後、日本の企業で就職しまして、で、2011年に就職したのかな。で、2017年頃から、国籍取得の、手続きをし始めまして、2017年の、夏頃かなに本申請をいたしまして、で、2018年、約1年後ですねに、正式に許可になっております。なるほどね。で、国籍取る際に簡単ではなかったよね。その簡単か難しいかというのは、判断するのはすごい難しくて、簡単な面もあったら難しい面もあるんですけれど、シャハランが前回のビデオの中で言っていたように、書類がもうとにかく5センチほどもう何百枚といった申請図書を集めないといけないんですと。で、僕の場合は国籍によって違うんですけど、僕の場合は全部合わせたら42個の提出図書がありまして、それを集めるのがもうとにかく大変。それが一番大変なところで、でそうでもない、じゃあ逆に言うと簡単なところは何かというと、その国籍の審査する基準がすごい明確っていうか、多分法務局の中でこういうふうに点数をこういうふうに達しましたらもうほぼ 100% 無条件で、無条件と言ったらおかしいんですけども、申請が来たらもう許可すると、っていうふうにはなっているので、その点はすごい安心はありましたね。確かにそれがすごい分かります。だから法務省の方ってものすごい本当に頭のいい方ばっかりで、たくさん例も見てきてるので、本当にこの人が来たらじゃあ、OK ですみたいな、この人がもう最初からダメですとかって本当にそういう判断はできる方だと思うんですね。でただね、私もそうですけど彼も一番難しいのがあれ証明書の期限だよね。そうですね、はい、期限が、国内の、証明書は大体3ヶ月しか有効期間ないですね。皆さんもご存知だと思うけど、住民票だったりとか、戸籍ともそうですけど3ヶ月ですよね、期限は。
そうだから私たち大学がねすごい山の上にあったから、ね、丘の上の大学ですので卒業証明書ものすごいもう半日苦労かけて取りに行ったんですけどそれも3ヶ月間しか有効じゃないので、まあ、言ってしまえば最初の3ヶ月間、まあ、有効しかないものを取ってしまうと3ヶ月以内に残りの書類を全部集めて本申請でもしないとどんどん期限切れていくんですね。まあ、ちなみに外国の書類は国によって違うんですけれども、まあ、僕の場合は6ヶ月有効だったので、まあ、大使館とか領事館とか、からもらってきた書類はまあ6ヶ月間有効。それでも、まあ、支原もおそらく体験したと思うんですけれども、まあ、1回期限が切れてもうどうにもならない状況に一旦1回はまあ大体みんな陥りますね。そう期限切れたらもう一回取り直さないといけないんですよ。で自分の国からなんか生まれたところから取り直すのに当然誰かが取りに行かないといけない。でそれを訳さないといけない。でハンコを押さないといけない。それは例えば大使館だったりとか向こうの外務省だったりとか法務省だったりとかハンコを押されないといけない。でそれをまた EMS だったりとかそういうので EMS っていう郵送でねしてもらわないといけない。これってもう本当にそこにじゃあ23日できるかというとできないんですよね。それはものすごい大変。それほぼみんな、国籍申請してる人たちはみんな体験してると思います。でケニーの場合は出身どこですか？僕出身台湾です。台湾です。でケニーの場合は結婚する前に申請したんですね。そうです。まあ、それも関係ないですからね。当初もうすでに妻と出会っていまして、で出会ってから本申請を行いまして、で許可する前に一回入籍をして、でその後に許可になったので、それでも日本人と結婚したことによって条件が緩くなったんじゃないかっていうのも、まあ、ご指摘ではないんですけれども、そういったコメントをもらったことがあります。私もコメントであるんだけど、今までもツイッターも日本の奥さんもらったんだから、まあ、この言い方がすごい嫌いなんだけど、奥さんもらうものじゃないし、ものじゃないし、日本の女性と結婚したんだからなんていうんですか、そう国籍もらえてよかったねとか、自由に日本に生きててよかったねとか、そういう人もいるんだけど、そうではなくって本当にそうではないんです。ちゃんと日本では働いて税金を払って保険払って納税証明書課税証明書、私は生きてます、ちゃんとクリーンな人です、そういう歴史のある人であれば、日本もそういう人はちゃんと申請がまずできます。その後いろいろ審査があるんですけど、そういうのはすごく自分の歴史のある人だったら誰でも申請できるんですよ。で同じように彼は結婚する前に申請してますから、本審査は結婚した後ですもんね。じゃなくて許可降りたのが結婚した後。そうですね。そうですよね。だからもう審査はほぼ終わってたんだよね。終わってました。そういうことですよね。そうです。でちなみに私は他の人も知ってる人もどこ出身か置いといてアジアではないけど、結婚する前に帰化して、で今の、その彼の奥さんは外国人なんです。彼も全く外国人のままで独身で、帰化して、それで外国人の奥さんと今結婚して、奥さんはそのまま今外国人で、彼は日本人として今生きてる、そういう例もあるんです。だからなんか勘違いされる人が多いんですよね。まあでもこれについて実は法務局と話したことありまして、まあ、例えば日本で生まれた人は確かに優遇されるんですね。で、両親片方だけでも日本人だと優遇されるのと、あとまあ当然ながら結婚して3年以上経っているとそれはそれでまた優遇される部分があるんですね。でその優遇に関してはどうなのっていうふうに、まあ、
法務局の、あくまで一担当ではあるのでオフィシャルな回答かどうかちょっと何とも言えないんですけれども、彼が言うのはやっぱりあなた人として社会人として全ての責務を満たしている人かどうかっていうのは一つすごい重要なところだから、優遇というのはあわよくばあれば使ってもいいんですけど、それは根底ベースとして使ってはやっぱ審査するときにイメージが悪いので、やっぱりちゃんとして、何でしょう、来日日本で8年以上住んで仕事はもう5年以上働いて、さらに税金を全て納めて、ちなみに交通ルールも前科になりますので、交通違反ですね。だから彼が言うのは、例えば駐車違反ぐらい、点数2、3点ぐらい取れるぐらいはそこまで影響はないんですけれども、例えば一発免停みたいなそういう履歴、確かに事故の履歴も全部取り寄せないといけないです、そういった運転記録証明書ね、証明書、それに例えば一発免停の記録があるともうほぼアウトですね。もうその時点でほぼその人はもう国籍は取れないです。もう未来英語を取れないです。という結構厳しい。だからもうそういう優遇はもちろんある人はあるかもしれないですけど、それは全てではないですし、やっぱり、申請者本人、の行いじゃないんですけれども、いやでも本当行いですよね。日本人と同じ同等のレベルを、責務を果たしてきまして、オーバーステイ、ちなみに僕2週間のオーバーステイ間違いですけれども経験あるんですけれども、それちょっと危なかったんですよね。間違いで、申請し忘れたんですよ。それはでも許してもらったんですけれども、悪意のあるオーバーステイはほぼアウトですね。だから間違いは許されるんですけど、やっぱりね、そういう優遇ではなくて、ちゃんと人として8年間ちゃんとやってきたかどうかが、ポイントになりますね。そうですよ。私も2002年の10月日本に来て、2015年10月に帰化、しました。国籍取得したんですけど、もう13年ですから。で大学も出たし、社会人としてもやってたし、で普通に納税証明書、課税証明書同じように行いが全てもうクリアだったので、もう法務局とか法務省の方がこの人がクリーンだからあげましょうねっていう話になるんですよ。本当にそれは簡単って言われたら簡単ですし、難しいって言われたら難しいし、でも本当にね、ツイッターの中では奥さんもらったから日本女性結婚したからもらえたとか、それ一切ないです。で一つコメントの運転教育証明書とかそういうのは、運転教育証明書がもう必要ないとか、運転は今楽になったとか、そういうコメントももらってた気がするんだけど、それはありえない。ちゃんとそれ出します。どこで事故った、どこで信号無視した、どこで中勤した、どこでどうのこうのとか、全部全てちゃんと出るんです。でこの人のそこでおそらく法務省の方は、点数があるんでしょうね。これだったらじゃあこれぐらいで、これだったらこれぐらいで。でもう事故とかそのレベルだったらもうもらえないでしょうね。私はもらえないと思うんだよね、本当にね。そうですね、なかなかね、少しでも汚点があるとやっぱ却下の原因になりますし、で結局、却下食らった時に、書類不備なら不備ではよくわかるんですけれども、ちゃんとした理由がない時もどうやらあるみたいなので、それはもう再申請するしかない。だからそういった少しでも汚点があるとなかなか難しいので、むしろ普通の日本人以上にちゃんとして生きてる人じゃないと取れないというのはある。日本人はなんか行いが悪いと言ってるわけではないんですけれども、いやそうじゃなくて、ちゃんと生きてないとダメです。本当にね、歩いてる時にちょっと私は大丈夫かなとか、ちゃんと周りを見て誰かに迷惑かけてないとか、本当にそういう感じで私たちは生きてるんです。本当で、特にその申請期間はそれ以上に生きてますから、それ以上に。本当に大丈夫かな、運転してる時に大丈夫かな、止まれだとか信号とか本当にすっごい気にするんです。もちろんその時までも生きてて気にしないといけないですよ。で別にじゃあ国籍取ったから好きなことやれるか、それもまたできないんですよ。それできないです。普通に生きてますから、ちゃんと真面目にっていうか行いよく。
本当そんな感じですよね。でもすごくいいところ、まあ、僕が申請の中で思ったのが最後に許可するときに一回面接行きますよね。最後の面接で僕はてっきりすごい偉そうなこと言われると思ったんですよ。ちゃんと税金払ってちゃんとやってくださいねって言われるかと思ったら感謝されたんですね。この度は申請してもらってありがとうございますと。でやっぱり、ちゃんとした人しか彼らはやっぱ許可しないわけですので、欲しいですよね。言ってしまえば国はこういう人材欲しいっていうのはありますので、だから感謝されたのは、あくまでその担当者の意見だったかもしれないんですけれども、そういったところはやっぱ申請してよかった、これから日本人としてやっていく上で、そのスタートラインですね、マイナススタートじゃなくて、みんな同等と同じ同等でみんなと一緒にやっていけるというところはすごく良かったので、全体的にはいろいろ文句愚痴あるんですけれども、でも申請してよかったなというのは思いますね。すごいわかる、すごいわかる。私も最後の方面接行った時に本当にすごい丁寧な方で、もうちゃんと書類見てくれて、全部揃ってますねとか。良かったですね、これ変わりがないですか、あれが変わりないですか、例えば子供が生まれてないですか、どうですかとか、そういう仕事が変わってないですか、そういうのを本当に最後の方でちゃんともう一回確認されるんですよね。それがきちんとされてます。本当すごい素晴らしいです。人によって本当数年間かかる人ももちろんいますし、またその出身のところによっても申請の期間がまた変わってくるし、その書類も増えたり減ったりいろいろあるので、私も日本の国籍取得してよかったなと思います。で、今日もこんな感じの動画です。で、また言いますけど、日本の国籍取得は難しいです。簡単ではありません。それ賛否両論な意見たくさんあるかと思いますけど、そんな、はい、トントントン、はい、いただきますとかではないです。当然です。それは当然です。私は外国人のために国籍を簡単にしてほしいとか一切言ってません。そういうことを望んではいません。それだけを勘違いしないでください。という感じです。何かありますか、最後に。いや、大丈夫です。はい、お招きいただきましてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。そんな感じの動画です。もしよかったら、いいねを押したり、登録していただいたり、あと、なんか内容的に面白いなと思ったら他の友達に紹介していただいたりしていただくと、助かります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。YouTube を見ていただいてありがとうございます。私はですね、ニューズウィークもコラム書いてますので、ぜひ読んでみてください。プラス本業では外国人とのコミュニケーションがうまくいかなかったりという企業がいらっしゃいましたら、私が手伝います。ぜひ連絡ください。ありがとうございます。